はい、ですね、今日から5回、僕の、新刊、アニメ主軸流最速で何でも描けるようになるキャラ作画の、技術っていうね、新しい本ですね。の、説明というか、まあ5パートに分かれてるんですね、全体が。で、まあこれから、11月、2017年の、2017年の、11月の、15日頃発売。頃らしいですよ。ちょっと早いかもしれないし、ちょっと遅いかもしれない。わかんない。頃らしいです。発売ですね。はい。の、新刊の、まあ、パートが5パート。5パート。あ、漢字間違いこれね。なんか傾いてるなと思ったらこれね。はい。はい。頃に発売になります。で、これからですね、5週に分けて、なんだろう、5パートに分かれてるんで、もう1パートずつ、全部やったらね、さすがに本買う意味なくなっちゃうんで、まあ、いいとこ、ダイジェスト版じゃないけど、耳開き、4ページずつ、4ページずつ、各パートを、なんと、講習してちゃいますよ、みたいなやつの第一弾です、今日は。はい。っていうのでいきますね。はい。で、これはまあ様々な角度から顔を描く方法っていうところからなんですけれども、結構みんなやっぱりどうなんだろうね、得意な角度、なんか描ける角度と描けない角度が結構みんなあるみたいですね。そうそうそう、なんか案外横向き描けなかったりしますよね、みんなね。で、一応この絵はね、どういうことなのかっていうと、こう、補助線引いていくとね、ちゃんと共通してるのね、これ縦横ね。当たり前の話だけど、正面側から、横側になるときに、ね、正面側から横側、横側から正面側でもいいんだけれど、この時に、目と鼻と口と顎の高さって全部同じですよ。当然ですけど。これ、難しいよね、結構。これをキープしながら、ちゃんと書くのって結構難しいっすよ。で成立するのってどうしたらいいんだろうみたいなね、結構ハードル高いんですけれども、まずここからちゃんと守りましょうね。で、この段階でようやくこの目と実は耳の位置とかねの位置関係が分かったりします。目と耳ってさ、こうみんなね、案外斜めになったら案外近かったりとか、実際耳の形もどんななんだろうとかね、結構みんな耳はね混乱するポイントなんじゃないかなっていうのはありますね。ちゃんと真横から見て、あ、だいたい耳ってこう中心、頭部全体の中心の、まあここら辺真ん中にあるのかなみたいなね、っていうのが大事ですよね。でそして正面から見たらね、こう見えてる耳がこう潰れるわけですよ、当然だけど。そしてなんと皆さん、どの人種も変わらないんですか？人種によってこの幅がどんどん広くなったりすることもあるでしょうね。人種によっていろいろですね。はい。で、そう。で、なんとね、上から見ると耳ってこう斜めについてるんです。これが結構難しいポイントです。はい。で、とりあえずこの5パターンを覚えればどんな角度も顔も描けるようになります。これちょっと無茶あるないかな。まあ、いきなりポンとは書けないけれど、まあ、とりあえずこれが書けないと少なくとも書けないでしょうね。逆に言えばどんな角度の顔も描けるようにはいきなりはならないと思いますけど、少なくともこの5つが書けなければとりあえず書けないでしょうと思います、他の角度。そして次、いろんな基本パターンを組み合わせる。上記の基本パターンを組み合わせることで様々な角度の顔が描けるようになります。練習してみましょう。ってありますね。正面と横足して斜めね。
で横と下足して斜め煽りで横と上足して、斜め俯瞰みたいな感じで、まあ、いろんな角度がこれの組み合わせで描けるよってね。だけど難しくないですかこれいきなりこれいきなり描けないよね。いきなりはね、はっきり言ってね、無理そう無理そうっていうのも、じゃあ僕はどうやって練習したのって言ったらね、フィギュア、ちょうど僕がね、大学3、4年生ぐらいの時かな、なんだっけ、海洋堂っていうとこあるじゃないですかの、赤毛のアンシリーズってのがありましてですね赤毛のアンね、赤毛のアンの、フィギュアがあったんですよ。僕それ見ながら、もうまあそんな大きくないですよ、本当もう実物でこのぐらいの大きさですよ。このぐらいかな、実際どんなもんだったかな、このぐらいかな、もうこのぐらいね、ほんとのフィギュア見ながらこう手をねこんなかなあんなかなってねやってましたよ。でまずは単純な形だよね。ほんと丸と点、これだけでとりあえず煽りなのか俯瞰なのか、こういうのをねちょっと自分で書けるか書けないかってこっからだと思うけどね、まずはね。そうまずは、これだったらまあこんな感じとかね、これだったらこんな感じとかね、っていう風に簡単な形でティッシュの箱、箱でもいいんだけど、箱ちょっと形遠くないですか？箱的に発想する方法もあるんですよ。こう四角の箱でちょっと書いてみましょうみたいなのありますよね。それだとね、なんだろうな、ちょっと遠いんだよね。というのはなんかちょっとね、こう平面的なものでもないんだよね、実際人間の顔って。いや、いいんだよ、一つの自分の理解のために、まあ一旦こういう風に置くのもいいんだけど、僕はもうちょっと具体的にもっとゴールに近い形にしたいかな、と思います。何にせよとにかく正面がどうなってんのか横がどうなってんのかっていうのをまず最低限押さえたいかな。なんとなくみんな曖昧にさ、こううすら斜めっていうのかな、微妙に斜め、ちょい斜めだったりちょい斜め下だったりしてかっこよく描けるこうお決まりの絵ってない？みんなのこう一番得意な顔ってあるじゃない。これだったら下書きしないで適当に描けるみたいなさわかるかな、なんかわかるでしょ。そういうのをその手癖で書くやつね、簡単に言うと手癖で書くやつに、頼らないで、なるべく頼らないで、もうちょっと分析的にっていうのかな、いろんな角度を書けるようになろうねっていうのがまあこの項の狙いですね、項目の狙いだと思ってください。はい、なのであえてかっこいいキャラクターとかじゃなくて、この完全に坊主状態で書いてます。で角度ごとの見え方を覚えよう。さまざまな角度を描けるようになるには各々の見え方を覚えてしまうのが近道です。自分や身近な人のまあこれはですね、フィギュアの頭部など実物を観察してみましょうっていうのはさっき言ってたね、僕やってましたね、赤毛のアンでやってましたよ。というのも理屈で追ってった時に、実は理屈で追ってった時に案外こういう理解の人いるんですよ。煽りだから目は上の方にあればいいんじゃないのみたいなね、いうことを考える人がいるのね。でも僕のこの絵って実はよく見ると、あれ結構目そんなに上じゃないでしょこれ。ほら、案外上じゃないんですよ。いや、もっと上向いたら目上に行きますけど、そして実は下向くと結構下になりますほら全体の大きさね、その話も変だけど、頭部全体を見たときに結構下だと思いません？ほら。でこっちは、頭部全体を見たときに頭部全体を見たときにまあせいぜいこんなもんです。こっちは頭部全体を見たときにこんなもんです。っていうふうに結構分析的に見ると面白いですよ。どうなってんだろうって、この絵って頭部全体を見たときね。
そう結構下なんだよ。うん。でよくあるのが、これも別の項目で説明されてますけど、この顔のこの部分がねやたら大きくなって、後頭部がちっちゃくなるバージョンこっちがないやつね。よくあります、それは。あとね、本当によくあるのが、耳が結構顔の近くにありますこれもよくある間違いです。はい。うん、結構耳と目は、離れてます。ここの距離しっかりありますよ。これが実は立体感を表現する上ですごく重要なポイントです。ね、この距離感。そう。この距離感ね。ちょっと話戻りますけど、なんでじゃあ上向くと結構、なんだろう、そこまで目が上じゃなくて下向くとガンガン目が下に行ってしまうのか、これ気になりません？さあなぜでしょうか。わかる人いますかね？実はね、話戻りますけど、横向きに実は、その答えがあります。いいね、パッと横にこう絵があるわけですよ。横向きをもう一回確認してみますよ。その時に、下からこう見た時に、おでこはかなり広いです。これがおでこの範囲、ここが鼻の範囲です。そしてここが目です。そうすると下から見た時のこの位置関係で、おでこ、鼻、そして、目、顎っていうのはこの位置関係である。そして実は目と鼻がほぼ同一直線上にある。目と鼻めちゃくちゃ近いんですよ。見てみましょうか。目と鼻の高さ、ほら同じでしょね。そうで、こっち今度逆に、この考え方は全身でもそのまま言えます。全身で説明されてますんで、その本編の方では見てください。ぜひ皆さん買ってみてくださいね。こう巧みに宣伝を入れていかないとね何のためにやってるのか分からなくなっちゃうんで。これまた同じようにこうやってみますよ。ほら、そうすると大体目って顎に対して、あ、こんなとこにあんだとかね、そして鼻の位置ここら辺なんだってこう分かるでしょ。ここが全体に対しての目の位置、これが顎の位置、これ鼻の位置ってね、ちょっと見てみようか。こっちこういってね、こう来て、ほら見てね、ほら目の位置、鼻の位置、ほらこっちで言うとこう引いた時の目の位置、鼻の位置、ほらこういう差が生まれるわけですね。なので実は、なんで横図でとか正面図でとかね、いわゆる三面図と僕は呼んでるんですよ。簡単に言って、その形がすごくよくわかる平面的に見た時の、三面図ね、正面、横、上あるいは下、どっちでもいいんですけど、大体この三面のどちら、三面が分かればその形のおおむね、大まかな形が大体自分で理解できますと。はい。ということですね。っていう感じで、煽りか。こういうのをね、ちょっと理解すれば、ちょっとさっきのこういうのもね、見方が変わってくるんじゃないかな。これは正面だからね、高さ同じ場合、ただの斜めです。こっちでは鼻の位置が下になって、目の位置も下になってますと。なので、どちらかというと、こういう顔の描き方してもいいかもね。こういう書き方ね。要するにこの高さで区切ってます。そして次こっちの立体感、こんな感じですとね。そういう風な書き方でもいいかもしれない。そして次、左右のバランスが崩れてしまう人のための練習方法。顔を描くときに、右利きの人は、顔の右側が、左利きの人は、左側が、削れるように小さくなってしまうことがよくあります。これを矯正してコントロールできるようにするには、一度描いた絵を反転させて、
そう反転させるんだけど、その場合例えばこれ今僕はデジタルツールで書いてるんですけど、例えばそのデジタルツール上で反転してもいいし、でまた紙をひっくり返してもいいわけです。紙で書いてる人はね。はい。また顔の角度についても、右利きの人は左向き、左利きの人は右向きの絵ばかり描いてしまう傾向が、まあさっき言ってましたね。その楽なんですよね、そういう向きで描くと。そうでね、これねプロもやってます、はっきり言って。でもちろん素人だったらまあ別にプロ素人関係ないんですよ、絵描きって。もう自分の絵の歪みを感じたらやりましょうっていうことです。実はさっきの話ってそうここに繋がってるの。なんでここにこのコラムがあるかっていうと、そうなんですよ、一応考えて構成されてるんですね。要するに手癖によらずに、自分の感覚によらずに、そういうところをね、よいしょかな、手癖によらずに、書いていきましょうねっていうのがこの項目の、実はいろんな角度を書くって宮崎さんはやんないんじゃない？どうだろうな。宮崎さんやってるかな、反転。多分あんまりやってないかもしれないね。で、左右のバランスが崩れてしまうって、そうですね。なんでなんだろう。多分僕はこっちがこう要するにそげてる。そげてしまう。こっちがそげてしまう。ちっちゃくなってしまうんだよね。僕はそういう傾向にありますね。みんなもそうなんだろうか。どうなんだろうか。で、目もなんかちょっとちっちゃいの。ほら。で、なんか左右反転すると、あれこんな顔傾いてたみたいな。そう。実は、そういう意味で、今回の話っていうのは、やはりね、顔があって、まっすぐね。要するに、ちょっと機械的だけれど、こういう、まあ、シンプルな形、単純な形、こういうシンプル単純な形で表現するっていうのは、実は今回の項目のポイントなんですよ。こういう形で書くと、要するに左右のバランスがキープされるわけですよ。それがなんとなくヒュ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 とこうなんか自分の中でこうかっこいい形っていうのかな、手癖の形を何らか書こうとしてるがあまり、だんだんこうこそげてきたり、こう狭くなったりね、こうまあ手癖で書いてしまうわけだ、簡単に。要するに分析的に。そうすると要するに崩れてしまうことがよくあります。なので、設計段階ではやっぱこういう単純な形からだんだん詰めていくっていう癖をつけた方がバランスはよく書けると思いますね。はい、という意味で、実はここでこのコラムとこのさまざまな角度のこの部分っていうのが実はリンクしてるんですけど、実は関係ないように見えたね。というのがこの教科書のいいとこなんですよねこれをこれをこうなんだろう、ノウハウとしてさ、ツイッターでとかやると結構難しいでしょ。そうだからこのページ1ページでね、結構濃縮されてるでしょ濃厚な感じなんですね。はい。っていうのがこれでした。次。はい、次の説明ですね。いきますね。次、体の、書き方、超基本。結構ね、みんなそも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 さ、全身を描くってみんな描ける体の描き方超基本。そもそも難しくないですか、全身描くのって。多分まずは顔だよね。みんななんか好きなキャラクターの顔のような、なんかバストアップのような、まあなんか胸まで描きたい、胸までかなみたいなそうというのはやっぱり全体の構造っていうのかな、全体をいかに単純な形で描くかっていうのが結構まあ描けないんだよね、みんなね。っていうか理解してないっていうのかな。そこが結構みんなつまずいてるポイントなんじゃないかな。ま
まあここの説明書いてあります。人間の体は複雑でいきなり細かく書こうとしてもなかなかうまくいきません。まずはとにかく単純化して、形を捉えましょう。筋肉や骨格など細部の凹凸に目が行きがちですが、単純な図形で全体のバランス比率を捉えるトレーニングをすれば、最終的にバランスの取れた体が描けるようになっていきます。そうそう、筋肉骨格、まあ細部にの凹凸に結局ね目がいっちゃうわけ。まあそれを表現しようとしちゃうわけですよ。要するになんか洋服であるとか、まあその筋肉隆々なマッチョであればそういう凹凸であるってことですね。じゃなくて実はね、もっとざっくりと、大まかなその丸とほんと四角だけで、あるいは丸と台形っていうのかな。丸と台形、丸っていうのは頭ね、で台形っていうのは胴体であったり手であったり、まあそういう他の部分ね、それだけで実は人間らしく表現できるんですよ。はい。っていうのを、まずは単純化してみよう。最初は円と台形で体のバランスを捉え、慣れてきたら手と足を加えてみましょう。どちらの場合でも比率を離さず守ること。単純な図形で表現。ほんとこれね、もう手も書いてないね、これね。みんな手を書くだけで結構難しいんですよまあこの後、手の比率ってこう書いてある。手足を加えるってね。それ以前の、ほんとこれみんな書けますか？ほんとこれ。ね。ほんと単純な、こういうので。そしてね、実は、すごく面白いポイントなんですけど、あれかよいしょ。横向きの形。これですよ。みんな横って書ける？横ってね、こうなんだよ。片方はまっすぐ、そしてこういう傾斜で、これなんかこんな図形みたいなもので横向きになんと見えちゃうでしょ。そうそう。まあこれをもっと難しく言うと S 字カーブとかね、そういう言い方もあるんだけど、まあとりあえず背中はもうまっすぐビシッ、そしてまあ正面の方がちょっとこういうカーブになってると。要するに僕がよく言うとこの背中の反りっていうことですね。背中の反りがあります。で、ここに手と足を加える。手と足を、追加。この時、大事なんですよね、これがね。肩、肘、手首は1対1。肩、肘、手首の長さが1対1。そして肘は、ウエストのあたりにあります。そして次、股関節、膝、足首も1対1対1ですよ。はい。そうそうそう。この比率が、結構重要です。というのは、これね、ギリギリ、なんだろうな、こうやってまっすぐ立ってる人は、結構こういうことあるんですけど、よくあるのが、例えばね、まあ横でもいいんだけど、例えば、こう手がこう離れ始めると、異常に手が長くなったりとか、ね。これ下ろしたらこう手長ザルじゃんみたいなね。パースがついてたり手前に手が来てるっていう、そういう場合だったらいいんだけど、そういうパースがついてないのにやたら手が長くなったりとかね、そういうのよくあるんですよね。あるいは肘の部分が、あれこれってどこら辺なのかなとかね。肘よくあるな。肘がね、こう長いのがよくあるのか。こう肘までがそもそも長い場合、こういうのもよくありますね。これはちょっとありえないんですよ。この要するにパースで手前に、パースがついてて手前に向かっているっていう状況以外ではありえないんですよ。遠くから撮ってる場合であれば肘がここに来ることはこの人間ではまずないですよね。こういうのが結構よくありますね。そう、特にアニメーションみたいな感じでこう絵を動かすときにその各所の大きさをキープするっていうのが結構難しいんです。手や足のね、まあ胴体も難しいんだけど、要するにこうパッと見て手ってここまで伸びる、ここまでだいたいこの範囲
ってちょっと自分でパッとわかるかな、この目分量で。これ結構大事なんですよ。それがいきなり手は長くなったりね、ここら辺まで行ったりしないですからね。四方八方どのぐらいまでこの手は行くんだろう。まあもちろん足もね、足も曲げた時このぐらいかな、このぐらいかなってね、自分で。が重要な部分ですね。はい。どんなキャラクターでも共通しているので意識して守るようにしたいってことですね。はい。で、これはね、ちょっと前に美少女の描き方っていうので多分説明したと思うんですけど、そうよくね、美少女美青年キャラをみんな描きたがるじゃないですか、まずはね。なんか美少女キャラ描くときに、まあ全身描くときに、その各所のディテールとか、そのリボンとかこのフリフリのやつとかさ、なんかこうまあこう描きたくないじゃないですか、こうフリフリしてて、なんかこうまあ胸のなんかこういうのがあって、でなんかこうほにょほにょとこうね、わかんないけどね。で体はなんかこうなんかこうついてて、でこう細かくてみたいなね。あ、なんか形でもこれちょっと取れてんなごめん。なんかそうこうしてる間になんか、じゃあちょっと頭身このぐらいにする、なんか全身を通してみるとなんか今一つかっこよく描けないなみたいな、スタイルよく可愛く描けないな、なんかこれでもまあまあいい気がするなまあちょっとね、ダメな例を描こうとしてたんだけど、ね、なんかこうやって細部ディテールだけを追っていくと、なんか今一つこうかっこいいポージングっていうのかな、スタイルがなかなか描けないんですよ。そうよくあるのはもう分割して描くって、まさに今誰かが言いましたね。こう分割してこういう要するにタームというか、この部分でのみ見る、ここだけで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 、下手したらこのブーツだけで見る、あるいはこの髪の毛どころかこの顔のこの一部分だけで見る。クロッキーとは関係ない。全身描くときもそうです。クロッキーだからではないです。自分の絵を描くときも全く同じです。そう違う、シルエットで見るっていうのもちょっと違う、今回の話はね。シルエットで見るっていう部分ではあるんだけど、美少女キャラっていうのはもう決まってます、はっきり言って。頭大きいっすよ、表情見せるためにね。肩幅狭いっす。はい。そして胴体がとにかくちっちゃいんですよ。そして足はそれなりに長くてスタイルがいいです。これが美少女の素体ですそう何か見えるでしょそう何か見えるでしょ、これでもうこれだけでみんなのこう刷り込み的な、刷り込みですよね、というのはそういうふうに、表現されてるからです、世の中のそういうキャラクターがね。そしてそういわゆる美青年っていうかかっこいいイケメンキャラじゃないけど、イケメンキャラははっきり言って頭ちっちゃいです。頭ちっちゃいし、しかも僕だったら四角みたいな形で撮るかな。そして男なんで肩幅それなりに広いっすよ。それなりに広いです。そして腰ちっちゃいです。そしてやっぱ足は長いっすよね。男前キャラの頭身っていう風に、この胴体となんだけどさっきも言ったけど、手首あるいはこの比率ね、こういう比率は絶対手首は股間の横、肘はウエストの横っていうのを必ず守ってね。それはもう同じです、どんなキャラクターでも。こんな感じでですね、手と足は長くても一応この比率は守った方がいいです。この原則です。この原則は基本キープした上で、応用
辺として書いてみましょうね。そうそうそう自分の携帯がですね。はい、携帯切っといた方がいいね。ちょっと待ってくださいね。ドライブモードにしとこうか。っていう感じで、実はよいしょ、こっちのといろんなキャラクター見てみてもですね、よいしょ、こんな感じでね、っていう感じで、図形で自在に表現できますよってね、いろんな、単純な図形だけでもさまざまな体を描き分けたりポーズを取らせたりすることができます。シンプルな形の絵でたくさん練習してみましょう。たくさんの枚数を描くアニメーターの下書き段階では、そう、アニメーターはね、最初、まあアニメーターによるんだけど、多分ほとんどのアニメーターで、しかもある程度上手い人は多分こういう絵をね、うっすら最初の下書きで使ったり、うっすらだったり濃かったり、まあいろんな言い方はあるけれど、最初の下書きはこんなだったりしますよ。いきなりね、完成みたいな絵ではあんま描かないね。というか下書き見ると大体その人の技術わかるよねとかその人のクロッキーとか落書き見ると、その人の志というか、その人の狙いっていうのかな、その人の考え方とかがやっぱ落書きとか下書きでやっぱわかるよね。でそれがこういうね、こういういわゆる細部を見ている人なのか、細部だけを見ている人なのか、もういきなり全身、いわゆる全体を支配する絵、いきなりもう全身の形でもう支配する絵をボーンと描こうとしている人なのか、っていうのが、もう下書きで分かるんですよ、実はね。で、いろいろ書いてみましょうって書いてありますね。まあこの話ですね、体験の違いを書き分けるっていうのが今の話でしたね。でさらにいろいろなポーズを取らせる。実は僕のこの絵ね、結構こう雰囲気出てると思いませんこの時重要なのはね、この時重要なのは、今僕こういろいろ書いてあるでしょ。実はこの台形はね、いろんな圧縮があるんですよ。圧縮というか詰まったりする要素があるんですよ。例えば胴体はこんな四角ですけれど、こういう時もあるじゃないですか。まあ胴体とこれがね、腰ね、でこれが腰ね、でこうするでしょ、でこうするでしょ。これでこの人お辞儀してる絵になるじゃないですか。ほら、そう、この胴体の部分ってすごいこうパタってこうすごい詰まって圧縮されるわけですよ。こんな感じで、ほら。そうするとなんとお辞儀してる人、みんなお辞儀してる人なんて描ける？めちゃめちゃ難しそうだと思わない？ちょっともう一回描くよ。普通にしてたらこうしてる人が、この人がお辞儀をしたらここがこう潰れるわけですよ。この部分が、そして頭がこうなるわけです。ほら、これで頭を下に下ろしてる人の絵が描けませんか？パタって。これが要するに動きっていうことなのね。さっき言ってた手足はその可動範囲で自由に動かすことができますって言ってましたよね。そう、実はそれは、手足に限らずに、実はこういう肩とか腰とかもこういうふうに圧縮可能なんですよ、簡単に言うと。なので、まっすぐ立ってる人もいれば、ちょっとこう潰れてる絵もあれば、いろんな角度がありますね。この下の動いてるとこもね、まっすぐこう立ってる絵もあれば、これとかね、これとか潰れてるじゃないですか。どうやって覚えればいいの？みんな例えば実物のポーズ、デッサンするときっていうか実物の観察をするときに、みんなすごいなんかね、パーカー着てんなこの人みたいな感じで、いきなりパーカーとか気になっちゃわない？ここのシワとかさ、ここのグニャグニャのシワがクソ大変でめっちゃ難しくて髪の毛こうなってとかさ、もうだんだんわけわかんねえみたいになんない？デッサンとかやってるとそうじゃないんだよ。じゃなくても、パーカー着てる人も頭
こうなって、はい、これ、はい、これでパーカー着てる人で終わり。こういう風にいわゆる単純な形からよりだんだんディテールに詰めていくっていうこの発想法、考え方、そっからやらない限り絶対に書けるようにならないです。間違いなくこういう発想法って何かっていうと、めちゃめちゃ解像度高い状態で、要するに細かい情報を自分でインプットしようとするんだけど、それって多分難しいっていうか無理でしょ、だったらシンプルな形で、あれこの人ってこうなってこうなってんじゃんとかね、あ、この人って実はこうなってこう座ってる時に、あ、肩と頭のラインってこう重なってるなとかね、こういう特徴付けできるでしょ。わかるかな、っていう風に実際の人間も単純化するんですよ。シンプル化して、捉えますっていうのが、そう、ここにいきなりパーカーだからとか、これ背広着てるからとか、これなんか帽子かぶってるからとか、いろんなディテールがいっぱいこう複雑にいろいろ世の中にあるわけじゃないですか。それを捉えるときにまずはシンプルに捉えるってことがこの本のすごい一大テーマですね。でこれができないと、はっきり言って背景とかね、背景っていうのはパースとかねがついた時の風景とか景色ってすごい難しいでしょ。そういうのはまして書けないよということなんですよね。っていうふうにこう単純な形で捉える、シンプルな形でたくさん書くっていうのが、まず上手くなるポイントです。はい。でこの中で実はさっきも言ってたように、1個前のページで言ってたように、1個前のページかな、そうじゃないかな、こっちのページで言ってたみたいに、自由にいろんな場所に、例えばこれだったらこっちの手は長い、こっから肘から手首まではこう圧縮されてるよねとかね、そういう実はすごい圧縮と、なんだろう、あるいは長く見えるところといろんな組み合わせで書いてるんですよ。なので立体感が出てるんですね。こんな感じでこういっぱい書けるとすごい楽しいですよ。なんでなんだろうな、あんま怖がらずにとにかくいっぱいこういう風にこういうのでいいから書いてみればいいんじゃないかなって気がするんだよね。とにかくで、あ、こう書くとこう見えるんだとかね、っていう風にいろいろ、まあたくさん書けるでしょ、こんだけシンプルな形だったら。逆に言うとこういう絵で描けないのにいきなりディテールをなんかこう描いてって絶対うまくいくわけないよね。この段階であれ自分が描こうとしてるかっこいいポーズ、あるいは、雰囲気のある絵ってこれでちゃんと描けてるかなっていうのを逆に自分がチェックするときもこういうシンプルな形の段階でまずはしっかり詰める、これが要するに絵を描く上での簡単に言うと土台になるわけです。土台はっきり言って土台がちゃんとしてない絵っていうのはこの後どんだけディテールアップしても絶対うまく描けないですから、保証しますそれめちゃめちゃその後全然土台がないのに描けると天才なので、多分そういう人はこの本を読む必要はないんじゃないかなと思うんですけど、はい、そんなところでとりあえず第1回のパート1のね、そうパート1の、説明を第1回のね終わりたいと思います。はい、というところでまず一旦このニコ生はこのまま続けちゃおうかな、1回ね。はい、とりあえずYouTube に、公開する分の、収録はここで終わりたいと思います。はい、ではお疲れ様でした。はい、では質問コーナーですね。質問コーナーにしようかね、じゃあ。はい、この部分をね。まあ普通にある足が普通にある足が書けないな。こうあったとしましょうね。でこれが足が、前に出たらどうなるかっていうと、こんな感じで上がるわけですよいやこれね、僕の下手くそな絵見ないで普通に自分の足見てみりゃいいんじゃねえかな、そういう人って思うんだけど、長さ変わりますかって僕に聞かれても、い
いや自分の足見てみようよって話ね。僕嘘言って、まあ僕は基本嘘をあんまり言いたくないけど、てか基本教えてる側なんであんまり嘘っぽくはないとは思うんだけどね。だけど基本自分の実物、自分がやってみたらどうなるか、こんな感じで詰まるはずだよね。だけどこういうこともありますよ。だけどこういうこともあるね。考えてもみりゃさ、こういうこともあるでしょ、絵によっちゃ。これって何なの？こういうことだってあるでしょ、普通に。そう、こういう場合は要するにそう、要するにレンズ、要するにレンズっていうとめんどくさいけど近くから見てんの、簡単に言うと。この説明しよっか。こういうことがあるのね。さっきなんかちょこちょこそういう話出てたよね。その足をこう前に出してるとき、このこれをまあ、どこで観測してるか、近くから要するにこう近くから見てる場合、ね、近くから見てる場合と、これがこう遠くから見てる場合ね。で違うわけですよ。近くから見るとめんどくさい言い方なんだけど、ここからここまでの距離とここからここまでの距離のこの距離比が大きいんですよ、簡単に言うとね。わかるかな、距離比っていうか考え。要するに近くのものはより大きく、遠くのものはより小さくなるの。要するに、これ対これ分違うわけだ。そして今度この距離がどんどん離れれば離れるほど、この距離比がどんどん、なんだろう、どんどん少なくなると、このいわゆるパース感っていうのはほとんど無視できる。これも教科書に書いてあるから、足では説明してないんだけど箱で説明してるから。箱の書き方って項目あります。これも多分どっかです。てかもうすでにどっかで出てるんじゃないかな、その教科書の画像は。そこにこの距離比の問題があるんです。これが要するに広角とか望遠とか言われるものの考え方の一部ですね。はい。によって要するに場所によって、大きさが変わったりしますよってことですね。椅子とか座ってたり、観察と慣れな気がするんですよ。そうなんだけど、観察と慣れなんだけど、僕は基本的に観察とか慣れがやっぱり大事だと思いますが、そこにプラスアルファ重要なのが理屈です。理屈に裏付けされないと観察とか慣れっていうのが、要するにね、なんだろうな、常にうまい絵を描きたいじゃない、みんな。できればさ。それが要するに簡単に言うとムラが出ちゃうのね、慣れとか、なんとなく描いてる人っていうのは。わかる？で、僕みたいにかなり僕ってはっきり言って僕にそこまで才能があるかどうかっていうのは分からないんですけど、少なくとも多分普通の絵描きよりはめちゃめちゃ理屈っぽいと思うんですよ、めちゃめちゃ僕って。で、今回教科書もほとんど理屈っぽく書いてます。まあ理屈本ですよ理屈に合ってないことは多分あんまり書いてないと思います。で、理屈って何なのって言ったら、再現性が高いんですよ、簡単に言うと。再現性が高い。それは自分も自他ともにねってことです。自分も他人も再現性が高い。だからクオリティの変化が少ないってことなんですよ。これプロで仕事する上ではすごく重要な要素ですね。まあ、プロじゃなくても、要するにうまいをいっぱい描けるようになるためには理屈で覚えなきゃダメなの。そうで、当然理屈だけでは、じゃあ理屈だけでどうにかなるんですかって言ったら、はっきり言って手っていうのはどんだけ頭が良くなっても理屈があっても何とも言えない。例えばこう女性のこのライン取りとかさ、これさ一発でというか、この自分の思ったところにこう線がヒュッとこうヒュッヒュッとこうなかなかいかないでしょ、この綺麗なラインってね。これはやっぱり慣れなんですよ。慣れであったり修練っていうのは、まあ、ある種の手癖っていうのかな。手癖、まあ、手で覚える感じ、手で覚える部分っていうのがあるわけ。
その絶妙な人間の筋肉のライン取りっていうのは、それを何回もうじさこう何回もこう書き直したりこううだうだしたこういう線ではやっぱ美しいラインってやっぱどうしても出ないのね。何回も書き直したりこういう線ではどうしても限界があるわけ。それを一発でシュッと綺麗な美しい線を引くためにやっぱり修練がいります。それは練習必要です。というのと、なぜじゃあそこにそうなってるのっていう、どうしてそこがそうなってんのっていう部分の要するに理屈がないと、なんだろうな、蓄積がされていかないんですよね。毎回新鮮みたいな毎回新鮮っていうのは悪い意味でね、毎回見るもの全てが新鮮みたいな世界の全てが初めて見ましたみたいな感じ。そうでははっきり言って絵は、上達しないというか関連性が薄いわけですね。一つのこと全部バラバラに見えてしまっている人っていうのははっきり言ってうまくなりにくい。例えば車を見たときに、これも今度話するかな、車を見たときに箱に見えるのか、木を見たときに大まかに言って三角形じゃないのとかね、というよりはむしろ円柱かもしれないねとかね、切ってとかね、とかね、そういうふうないわゆる抽象画ってやつね、抽象化ね、ごめんなさい、抽象化と具象化ってことです。抽象化と具象化のこの行き来っていうのが、すごく大事なのです。その上手くなるためには。でそれが本当逐一説明してあります、今回のこの本は。抽象化するときはこういうこと、そういうふうに言ってないけどね、言い方難しいから、もう要するに単純化って言い方になってます。そして具象化っていうのはディテールだと思ってください。抽象化っていうのは単純化です。具象化っていうのは要するに細部ってことです。細かいところ言い換えるとね、言葉そういうふうに教科書でずーっと書いてあります。ほとんどそういう本です。ほとんどそういうようなことが書いてあると思ってください。その、考え方の入り口が書いてあります。はい。なんか他の質問あるかな。アニメーターは理屈分かってないと動かせないから、そうだね、ユースそうだね。いや、結構アニメーションはね、実際問題物理法則っていうか自然現象というかそういうものが結構ねベースになってると思いますね。なんでだと思いますね。はい。他なんか質問ありますか、今回のことで。ちょっとコメント見ていこうか。電子版はね、わかんない。売れたらなるんじゃないかな、わかんない。明言はできないけど。電子化は売れたら、いい当たりの取り方を知りたい。この後説明するのかな、ちょっとわかんない。今日見てくれた人のために一応説明しようか。いい当たりの取り方はね、これまたさっきとほとんど話同じだと思うんだけど、こうなんか仮になんかこう細かい髪の毛があって、なんかコートを着ててとかね、なんかこう複雑な服着てて、なんかジーパンでとか、なんか仮になんかこういるとするじゃないですかわかんないけどね、適当に書いてね、すごいなんか複雑なシルエットだなってなるでしょ。こうね、大変だなって。これ次の話だな。もう次ちょっと重複 しちゃうけど要するにこういう風に撮ってねってこと。シンプルにこういうディテールを単純に撮ろうねっていうのが次の模写の話です。はい。パート2を楽しみに皆さん、来週また放送します。はい。こんな話をするよ。次結構うまくつなげたでしょ模写の話次します。はい。次っていうのはあれね、来週ぐらいにします。はい。次回予告でしたそこにつながります。はい。こういう風に撮ろうねみたいな模写の話です。次はね。はい。皆さんじゃあお疲れ様です。今日はここまでです。皆さんまだ予約の方をしてない方はポチッとお願いしますはい。本の予約ねしてくださいね。
はい、多分1週間後ぐらいに、また放送します。はい。では、お疲れ様でした。お疲れ様です。